여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、円です。日本特有の読み方、訓読みは、遠いというのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、멀다と言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、円に対し、韓国語の漢字語は、원と言います。円、원で学習していきましょう。では、円の漢字が入った単語を考えてみましょう。遠征、遠心、望遠、疎遠などの単語があります。円の漢字の韓国語は원なので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。遠征の征の漢字は정なので、遠征は원정となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。원정、원정、원정。そして、返信の信の漢字は信なので、返信は원심となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。원심、원심、원심。そして、望遠の望の漢字は망なので、望遠は망원となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。망원、망원、망원。そして、疎遠の疎の漢字は疎なので、疎遠は疎원となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。疎원、疎원、疎원。中級以上の方はしりとり、끝말잇기をやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。遠征、制服、服装、装着、着手、手法と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。원정、정복、복장、장착、착수、수법。このように日本人の特性を生かして
芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。